ルジュさんに投票は済ませたかな？安心と信頼のジョルジュ殿を応援。兄さんは結局どしたん？モフ殿への睡眠学習は失敗したので、お休み中にとんでもない計画が実行されていた件。ブラミモンド殿に協力していただきました。イスタル様、オルエン、投票、する？ブラミーン。モフですおこんばんは。私はフリージの騎士、ラインハルト。ブラミモンド。まずはじめにお詫び。なんでしょうか。きっとこの動画が公開される頃には、総選挙の順位も確定していると思われますが、それでも私は、中間発表を見ながら、わちゃわちゃしたい。本発表には間に合わないと思われます。これまでか。兄さん。いくら台本機能が神とはいえ。おかえり兄さん。モフ殿の編集がゆっくりなのには変わりないため、こうなってしまうこと、どうか。お許しください。兄さんもこうやって詫びてるから許してあげて。すべての元凶はモフ殿なのに、どうして上から目線なのでしょうか。驚きますね。動画作りのタイミングが良ければ中間発表からのギリ間に合ったかもだけど。今回はタイミングがあまりよろしくありませんでしたね。しゃあない。困りました。では、聖戦ガチャリンコ回しながら総選挙トーク。参りましょう。というわけで中間発表の順位がこちらです。こちらですか。にゃんと、今年も兄さんが入ってるよ。ありがとうございます。宴だ。男性トップ22ランクインした兄さん一言。光栄に思います。と同時に、どうしてその票をイスタル様かオルエンに投じてくださらなかったのか、という気持ちが入り混じっております。心が2つある。迷いますね。いついかなる時も主と妹のことを優先する右腕と兄上の鏡。ですがやはり嬉しいものですね。一時は FEH の主人公とまで言われただけあって、根強い人気だよね。ありがとうございます。私は初志貫徹でジョルジュさんに投票したけど、中間発表を見て兄さん応援したい気持ちもふつふつと。もし総選挙1位になったら、イスタル様衣装とオルエンちゃん衣装、どっち選ぶの？その2択なんですか？困りました。総選挙衣装ってそういうもんじゃなかったっけ？どうなのでしょうか。最近その役割は、狂信英雄に移りつつあるような気もしますし。確かに、あれ？でも、ブリギットさんって狂信英雄だけど普通の衣装じゃない？確かにそうですね。と言いますか、工場初実装で狂信英雄というのは前例がありません。そっか、ブリギットさん海賊で出てたけど、工場初だったんだ。そこです。っていうか今回の聖戦ガチャ、みんな工場初登場だったんだ。こういうガチャは、懐かしいですね。だからいつもと違って薪やら開花やらの枠が少なかったのね。最近は狂信か巻か開花、2枠ありますからね。枠が2つある。おや、あと1つ何かあったような。確かに、なんだっけ？男といえばですね。はい。総選挙中間発表に戻るんだけど、筋肉兄さんにも投票したかったんだよね。まさかヒーローズ8部からのランクインがエイプスルにいる殿になるとは。私も好きだけどさ筋肉兄さん、まさかここまで人気とは思わんかったよ。驚きますね。投票対戦優勝は伊達じゃなかった。やっぱあれやな、筋肉こそすべて、3敗。筋肉こそすべて。ヒーローズ組といえば、早くも9部のバルドル殿とヘズ殿が揃ってランクイン。あと4部登場なのに未だランクインしているフレイヤ様。驚きますね。果たしてバルドルさんとヘズさんは、グルニャンみたくいきなり1位を勝ち取ったりしちゃうのか？あと注目ポイントといったらあそこだよね。そこです。めちゃくちゃ目立ってる、ボタソー。リオン殿とのダブルランクイン。さすがです。コデス殿は今年から投票対象になったとのことでしたが。まさかこんなに強いとは。強い。サンタさんか？サンタさん効果なのか？このお姿を見てホタソに心惹かれたイクラさん結構多いと思うの。画像が本性を表したフェイ殿になってますよモフ殿。おっといっけない。でもさ、仮にホタソが選ばれたとするじゃん。クリスマスのご活躍もありましたしありますね。可能性。その場合、衣装ってどうすんの？ほら、ホタソって全裸じゃん。モフ殿には言われたくないでしょうけどね。下手したら、全身謎の光で覆い隠さないといけなくなるわけじゃん。モフ殿にだけは言われたくないでしょうね。恥ずかしくないのかな？モフ殿にだけは言われたくないでしょうね。絶対に。私はほら、帽子かぶってるし。ものすごいドヤ顔、露出度的にはほぼ変わりないのにどうして自信たっぷりなのか。驚きますね。クリスマスの時は3対象のリオン殿と共演していらっしゃったので、エフラム殿かエリーク殿衣装を着たリオン殿と共演する、というのは、いかがでしょう。それもいいね。もしくはビガルドパパさんとか？それもよろしいかと思います。でももし今回ホタソが選ばれたんなら、リオンくんの方を着せ替えするのは違うと思うんだ。確かに、そちらはリオン殿が入賞した時のお楽しみにした方が良さそうですね。サンタさんなら共演でよかったけどね。となるとホタソ何着るか問題ですよ。迷いますね。例えば、こんな風にプラスしてみるとか。バニーホデス殿ですね。でしたらこういうのは。いかがでしょう。花嫁ホタソだ
そんじゃこういうトッピングは水着ホデス殿ですね。いっそのこと、全種盛りでこんな感じに。ココイチ感覚でトッピング盛らないでください。もはや何英雄なんですかこれ。浮かれポンチウカポンにも程がある。まあホタソが選ばれるかどうか、茶番作成時点ではまだわかんないので。果たしてどうなることやらですね。あと衣装が気になることいえば、ホタソとマラクで着込みまくりの、漆黒さん。こちらはこちらでどうするべきなのか。迷いますね。お顔出しちゃったらゼルギ、モフ殿。中の人になっちゃうし。困りました。例えばこうやって、カラーリングを変えてみるとか。これでは純白の騎士ではありませんか。純白さん、これは、強力なライバル出現の予感。燃やさないでください。対抗意識。じゃあ純白さんと私を重ねてみると。保護色。かくれんぼしようぜ、兄さん鬼な。ご冗談はおやめください。帽子脱がれたら罪じゃないですか。完全に。帽子かぶっててよかったね。衣装が悩ましいのはそのお二方でしょうか。大丈夫だ、飯塚先生が何とかしてくれる。ホデス殿も漆黒殿も飯塚先生が担当という。驚きますね。まあ総選挙ともなるとフェイ殿がしっかり指定してくださるはず。総選挙っぽくとびきりゴージャスかつ原作イメージも残してよろしくお願いするフェイ。こんなふわっともふっとした指示にはならないことを切に願います。でもさ、総選挙を勝ち抜くのが大変なのは男女ともになんだけど、毎年タークさんのキャラが追加される女性部門は特に激戦な気がする。8部はエイクスルニル殿とズンダドレイラズ殿がいらっしゃいましたが、今ズンダって言いかけなかった兄さん。失礼。 7部なんて女性ばかりでしたしね。あれ男性もいなかったっけ？いらっしゃいましたっけ？ほら、にょるずさんはこのサラサラを被弾絵で再現してくれたら、得票率爆伸び待ったなしと思うんだ。覚えてるじゃないですか、ニョルズ殿。忘れるはずないっしょ。こんなドヤ顔からの、サラサラまで見せてくれた楽しいおじさんのこと。もうモフ殿の中でただの楽しいおじさん扱いになっている。驚きますね。果たしてニョルズ殿が実装される日は来るのか。バミーで実装させて困惑させようぜ。ご冗談はおやめください。普通にしてたらかっちょいいんだけどね、ニョルズおじさん。通常ファフニール殿も来ない中、ニョルズ殿の通常版が実装されるには、やっぱ総選挙で勝つっきゃにゃいな。おや、総選挙の話してたら総選挙セネリオくんが来たでござる。これも運命か。今年ってもうこの子たち連成されちゃうんだっけ？昨年6年目のクロム殿たちでしたので、そうですよ。はい、総選挙連成はもう7年目突入なんだ。じゃ通常連成は？先日バージョン4のハロウィンチェイニー殿や伝承ミカヤ殿たちが連成されましたが、バージョン1の私はいつになりそうですか？兄さん、牧の連成ってどうなるのかな？突然の話題のすり替えは、おやめください。でも兄さんにとっても大事なことやで、牧連成。確かにそうですね。牧継承した子も連成できるのか。同じ武器を持っている総選挙ロイ殿と通常エリウッド殿のようにまたもやすり抜けやにリリス殿。リリスさん、うわー、リリスさん、どうしてです？どうしてリリスさんが、すり抜けないといけないんですか？こんなガチャリンコに、意味はあるのですか？私は今まで、何のためにオーブを。まさか未だすり抜け対象だったとは。驚きますね。まあ良かったではありませんか。念願の攻撃したですし。それで喜んでんの兄さんだけなんだよな。そんなことありませんよ。視聴者の皆様も喜んでくださっているはずです。本当？もしこの個体値に満足してくださったなら、高評価をしてあげてください。これで高評価がいつもより多かったら個体値芸が望まれてる。そうでもなかったらそうでもないってことで。大丈夫ですよ。青間、剣、武藤祭、牧、4人の私で押しておきますから、いつもより4件多いのは確実です。さらっと自演発言やめてくださる？お許しください。それに、総選挙セネリオ殿も同時に来ていたので、確率的には問題なしかと。ああ確かに、すり抜け一人でリセットされるの悲しいもんね。2人ならピックアップチャージの目もあります。リリスさんの犠牲は、無駄ではなかった。じゃあ話の続き。ものすごく脱線しましたが、何の話でしたか？牧連成の話。承知しました。もしくは、牧英雄本人にだけ専用武器が生えてくるのか。レイピアパターンでしょうか？楽しみにしとったんよ、私、フィーナちゃんの連成。嫌な、事件でしたね。ぜひとも前者であってほしいものですにゃー。まあご心配なさらずとも、未だ開花英雄の連成すら始まっていない状況なので。もういくつ寝たら牧英雄連成のターン来るかな？おそらく、730日。2年。ってこと？いえ、それで済むならまだ早いです。どういうこと？お忘れですか？そもそも連成されない可能性があるということを。にゃーん。ですと。言ってませんよね？誰も、牧英雄にも連成を与えるなどと。絶望の未来が過ぎる。もしそうなっちゃったら、実装されてる2、3、4人のうち、青間、武藤祭、牧の3人が連成もらえないってことに。これまでか。兄さん。いえ、まだ青間と牧は可能性が残されてますから。
きやー、狙ってたブリギッドさん来たわおめでとうございます。宴だ今更ですが、狙っていたのは強心白雪持ちのブリギッドさんと、演劇奮撃持ちのミデイルくんです。今更が過ぎる。さて、兄さんお待ちかね、ブリギッドさんの個体値は攻撃上魔法した。よう個体値ではありませんか。いやーにゃっはっは、すまんのー。今回のガチャ、リリス殿だけが攻撃したという事態に。リリスさん、うわー、リリスさん、どうしてです。どうしてリリスさんが攻撃したじゃないといけないんですか。ありがとうございます。ありがとうございます。リリスさんは犠牲になったのだ。個体値芸の犠牲にな。空気を読んでくださったのですね、リリス殿。闇落ちしても空気の読めるリリスさん。馬の心だけでなく空気まで読めるとは。さすがです。本じゃ残り2個つく間にコメント返信ピックアップ。コメントではなくコメント返信ピックアップ。いつの間にか AI がコメント返信考えてくれるようになったっぽいんだけど。すごいじゃないですか。驚きますね。それが微妙に使いにくいというか。どういうことですか。例えば、モフ殿と兄さんの会話がやっぱり面白いです。光栄に思います。っていうコメントに対する返信では、モフ殿のボケに兄さんがツッコミ入れるの、見てて気持ちがいいですよね。合ってるじゃないですか。はぁ、兄さんがボケで私がツッコミでしょ。はぁ。他には、兄さんはスコピオに合ってた可能性が微粒子レベルで存在しているありますし見分けができる可能性も、あるかもしれません。っていうコメントに対しては、兄さんはスコピオの記憶、きっと封印されてるよ。ってなってたり、どうしてそんなに強いんですか、スコピオ殿へのあたり。と、微妙に使いにくい感じになってるよ。完全に使えないというわけでもないのが。困りました。そのうちもっと賢くなるのかもだけどね。で、実際どうなの兄さん。何がですか。覚えてる？スコピオタソのこと。覚えてますよもちろん。本当？じゃあどんなだったスコピオタソ。そうですね、髪がサラサラでしたね。ほうほう。あとは髪がツヤツヤで。前髪はパッツンでした。髪のことしかないじゃん。失礼。一度、どこのシャンプーを使っているのか聞きたかったのですが、結局聞けずじまいだったのが心残りです。また髪の話してる。仕方がないでしょう。この髪ですよ。それもそっか。ブリギッド殿とエイディン殿のお芋さんになるのですね。それが一番の衝撃だよ。驚きますね。いつかはアンドレイ殿と一緒に実装されるのでしょうか。いっそのこと同じ色で実装されて、どちらを引いたのかパッと見わかんないようになったら面白い。おやめください。といったところで前半戦終了のお知らせです。後半の結果も気になる。って猫と人は、チャンネル登録&通知オンにして待っててくださいな。高評価も押していただけると。光栄に思います。それではご視聴ありがとうございました。間に合ったー。今年はフェイ殿の発表がのんびりしていて助かりました。開幕の茶番は何だったのか状態。嬉しいような悲しいような。心が2つある。